通勤通学中の皆様おはようございます。ブクタの世界時事ニュースの時間です。さあ本日はですね、新作映画スパイダーマンブランニューデイからの話題になります。ついに公開となりましたスパイダーマン最新作ブランニューデイですが、先週末に公開されまして、初週末の興行収入が出てまいりました。するとですね、これ完全に壊れました凄まじいことになっているんですね。もう近年では稀に見るとんでもない興行収入を叩き出したということで、こちら大変話題になっております。で、この公開中ですね、海外では異臭騒ぎなんかも起こっておりまして、この原因がなんとあれだったというんです。本日は一体何が起きているのか詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のともにちょうどいいチャンネルとなってますので、ぜひチャンネル登録お願いします。それでは本題です。こちらね、見えておりますが、皆さんご覧になりましたか？日本でも公開になってますよ。スパイダーマン最新作ブランニューデイですね。先週末に日米同時公開となりまして、これ素晴らしいですね。日本でも公開になってますよ。日米同時公開。そして現在ですね、その初週末の数字というのが確定して出てまいりました。するとですね、これ凄まじいことになっておりまして、もうね、近年稀に見るとんでもない数字を叩き出したというんですよ。もちろんいい方にね。でもうね、これにつきましては、こちらに見えておりますが、映画スパイダーマンシリーズ公式、このアカウントね、プロモーション活動しておりまして、皆さんのところにも来ましたかね、 X 上でね、ランダムにね、いろんなユーザーにメンション飛ばしてるんですよ。こんな感じでね、プクジジということで、これね、プクタの ID なんですが、トム・フランドとゼンデイヤから8月1日スパイダーマンの日お知らせですと、このようにね、メンション飛ばしてくるんですね。でね、この映画スパイダーマンシリーズ公式、もうプクタのところにね、何度もメンション飛ばしてくるんですよ。このアカウントが、もうね、一番頻度高い時は、中1日でした。またみたいな。早くやれよと。さっさと取り扱うんだよと。この圧が凄まじいので、ちょっとね、本日見ていきましょうよ。いい話題提供してくれたんでね。スパイダーマンブランニューデイが世界興行収入10億ドルを突破。ちょっとここ後ほど補足しますね。トム・ホランド主演作は現在、ライフタイム法21億ドルを視野に入れている。ということで早速ですが、こちらですね、法とあります。こちらが本日のキーワードになります。重いものを苦労しながらゆっくりと引っ張ること。ということでね、こちらの法というのは、引っ張るという意味になります。引きずるとかね。引っ張るというとね、pullという単語、皆さんもご存知なんじゃないかなと思いますが、このね、法というのは、すごくね、重いものを引っ張る。引きずる。こういったニュアンスがあるんですね。で、これが、僕にとっては嫌な話ですが、魚をたくさん引き上げる。大量。あと、戦利品をね、たくさん獲得する。こういったイメージになっていき、これが稼ぎという意味で使われていくんですね。つまり、今回先ほどの見出しでは映画の話をしておりますので、これは興行収入という意味で使われているわけですね。なので、このチャンネルでもね、よく使えます。ボックスオフィスというのが一般的に使われるワード。これは興行収入全体のなんていうんですか、概念みたいなのを指していて、ここの数字というのを指す場合は growth。そしてこちらの whole というのは、ニュース記事だとか、コラムとかね、こういった文章の中で興行収入としてよく使われます。そして今回ね、こちらの見出しでは lifetime whole とあります。つまりこれは最終的に稼ぐ興行収入。これを指していると、こういったわけですね。ということでこちらは、スパイダーマンブランニューデイが世界興行収入10億ドルを突破。トム・ホランド主演作は現在、最終興行収入21億ドルを視野に入れている。スパイダーマンブランニューデイは再び歴史的な興行成績を記録。トム・ホランド主演のこのスーパーヒーロー大作は、世界興行収入が10億ドルを突破した。制作費は2億2500万ドルと報じられており、業界の初期予測によれば、本作は最終的に世界興行収入21億ドルに達する可能性があるという。実現すれば世界興行収入20億ドルを突破した7作品の仲間入りを果たすことになる。ということで、ちょっとここからね、補足を含めまして、その詳細見ていきたいと思いますが、まずね、こちらスパイダーマンですよ。こちらはね、コロンビアピクチャーズ、マーベルスタジオ、パスカルピクチャーズが制作、ソニーが配給となっています。で、このスパイダーマンはね、皆さんご存知かと思いますが、ディズニーではなくって、ソニーが権利を持っているんですよね。なのでこれね、ソニーマーベルなんて言われると思いますが、一応ね、マーベルはディズニーのものではあるんですが、スパイダーマンの権利はソニーが持っていると。ちょっとこういうね、ややこしい立ち位置なんですね。なのでこのスパイダーマン、マーベルのくせにディズニーランドにはいないでしょ。ユニバーサルにいるんですね。これはこういったね、権利関係が影響しています。
そして MCU の第38作目、MCU スパイダーマンシリーズの第4作目と。で、監督はね、こちら、デスティン・ダニエル・クレットン。この方ね、シャンチーの監督です。現在ね、47歳ということで、今回ですね、このスパイダーマン、大変なことになっておりますので、もしかしたら今後もね、いろんなスーパーヒーローで見かける名前かもしれませんね。で、興行収入見る前にこちらね、ロッテントマト先に見ていきたいと思います。こちら、オールクリティクス 90%、トップがね、ちょっと落ちまして 78%、ベリファイドオーディエンス 98%、オールオーディエンス 96% ということで、これオーディエンスね、98%、96% ですから、まあこれ間違いないってことですよ。オールでも 96% ですからね、もうこれは絶賛されていると言っていいでしょう。そしてこちら先ほどの数字ね少し補足しなければいけません。今回ですね、初週末の興行収入、その詳細というのが出てまいりまして、ドメスティック国内が3億6000万ドル。皆さんこれ3000じゃないですからね。3億ですよ。もうこの時点でやばいですね。そしてインターナショナル海外が5億7200万ドルと。そうしますとその合計ワールドワイド。はい、見てください。9億3200万ドル。このようになりました。先ほどの記事ではね、10億ドル突破というような話になっておりましたが、あれはこの初週末の予測値ですね。実際はね、そこ若干下回りまして、9億3200万ドルになったと。こういうことなんですよ。皆さん、これ、初週末ですからね。やばいでしょ。もうね、ほとんどの映画が1ヶ月経ってもこの数値を達成することができません。このスパイダーマンブランニューで、これを初週末で達成してしまったと。で、現在ですね、こちらのスパイダーマン、これ、バジェットが出ておりますが、2億2500万ドル。これをね、先ほどありましたね。そして初週末が9億3200万ドルですから、この時点ですでにですよ、制作費の、4倍強ですか。稼いでしまっているということで、皆さん、もうここからですね、まあこの先ね、かなり長いこと、これ公開するんじゃないかなと思いますよ。全部ね、ウィニングランです。全部稼ぎ。すごいでしょ。いやーもう今頃ね、ソニー大笑いしてるんじゃないかなと思いますが、もう本当にこの IP、均衡ですよね。ゴールドラッシュですよ。すごいことになりました。じゃあこれがね、どのぐらいすごいのかという話です。スパイダーマンブランニューデイが驚異の3億5500万ドルでデビュー。歴代2位のオープニング週末興行を記録。ソニーとマーベルによるスパイダーマンブランニューデイは、興行収入予測を完全に打ち破り、北米4487巻で驚異の3億5550万ドルを記録した。これはインフレ調整前で2019年公開のアベンジャーズエンドゲーム3億5700万ドルに次ぐ北米興行史上2番目に大きなオープニング成績となる。月曜日に発表される最終集計が予想を上回れば歴代記録を更新する可能性もある。ということで、ここにもね、少し補足が必要なんですが、皆さんお気づきになりました。これまでのね、初週末の興行収入の第1位というのは、エンドゲームの3億5700万ドルだったと。そしてね、こちらが先ほど見ました、スパイダーマンブランニューデイの北米ですね、国内興行収入見てください。3億6000万ドルなんですね。これ、超えてるでしょ。なので、これね、こちらガーディアンになるんですが、ここを見ていただきますと、最終集計では、北米興行収入が3億6000万ドルとなり、北米歴代最高のオープニング記録を樹立。インフレ調整前では、2019年のアベンジャーズエンドゲームをわずかに上回った。ということで、これね、額面だけ見た場合、なんとこちらのね、スパイダーマンブランニューデイ、この北米興行収入の初週末記録、歴代1位なんですね。わかります皆さん。すべての映画を含めて歴代1位ですよ。こういうことになったんですよ。ただ、先ほどからね、インフレ調整前と、たびたび出てきておりますが、ここがポイントですね。アベンジャーズエンドゲームというのは、2019年の作品となっておりまして、もう7年前になるんですね。なので、この3億5700万ドルを、現在の価値に換算すると、これおそらくね、4億ドル超えるんじゃないかなと思います。化け物でしょ。ですので、インフレ調整前の本当の額面だけを見れば、この数字というのは史上最高の額になると。こういったわけなんですね。それでも十分すごいですけどね。ここに来てこのスパイダーマン、とんでもない作品になったということなんですね。で、一応ね、こちらに最終的な興行収入がね、20億ドルを超えたハリウッド映画まとめてまして、まずこれね、2009年アバターですよ。29億ドル。そしてその下エンドゲームですね。28億ドル。そしてこちらウェイオブウォーターアバター2になるんですかね。2022年23億ドル。そしてその下見てください。タイタニック。1997年22億ドルということで、もうね、ジェームス・キャメロン無双です。
とんでもないですね。で、こちらね、ロイターに関しましてはもうね、スパイダーマン、歴代最高記録として伝えてますね。スパイダーマンブランニューデイが北米興行収入で歴代最高のオープニング記録を樹立。ということで期待の最新作、こちらのね、スパイダーマンブランニューデイ。今作でもとてつもないヒットを飛ばしておりまして、インフレ挑戦前で言えばもうすでにね、この北米のオープニング興行収入、歴代1位を記録していると、このようになっているようですね。こちらおなじみディスアセングフィルム。これね、収録日が8月4日ですね。皆さんから見て昨日になると思うんですが、現在ね、このように伝えています。スパイダーマンブランニューデイは本日、世界興行収入10億ドルを突破する見込み。10億ドル突破までの速さは映画史上2番目となる。ね、本日、早速ですよ。初週末明けに、このスパイダーマン10億ドルクラブ入りするということなんですね。で、この下ね、迷惑系の巣窟となっております。キックでおりますが、本物のスパイダーマンと、ソニーとマーベルによるスパイダーマンシリーズ。これありましたね。あなたはこれ覚えていますかと。これ記事のね、スクショになっておりますが、興行アナリスト、スーパーガールはスパイダーマンブランニューデイの興行収入を上回ると予測。ね。わずか4日でスパイダーマンが世界興行収入でオデュッセイヤを上回った。エンドゲームを超えるにふさわしい作品があるとすれば、それはブランニューデイだ。期待に応えたという表現では足りないほどの出来だった。驚くことじゃない。当然の結果だ。ブランニューデイはトビー・マグワイア主演の2002年版以来、最高の脚本だと思う。ということで、そんな大ヒットを飛ばしております、スーパーマンブランニューデイですが、この劇場でですね、とんでもない事故が起こってしまいました。スパイダーマンブランニューデイの上映が、観客の一人が、ハルク級の強烈なおならを放ったため、避難騒ぎに。ということで。これ、見てください、この顔。で今回ですね、コロンビアのカルタヘナのシネコンで、8月2日ですね、もう凄まじい悪臭がしたとして、観客がその劇場にいることができず、避難するという出来事が起きました。で、この悪臭はですね、もう本当に凄まじかったらしく、前世紀のアベンジャーズを全員まとめて倒せるほどだったと、このように表現されています。で、それがね、こちらでもポストされているんですが、カルタヘナで上映されていたスパイダーマンブランニューデイで、観客の一人がおならを連発し、その悪臭によって劇場内が避難騒ぎになった。映像には、スパイダーマンの衣装を着た男性を含む数百人の観客が、耐え難い悪臭から逃れるため、映画館のロビーへ避難する様子が映っている。ある観客は、映画館全体をあんな状態にするなんて、その人物が何を食べたのかは、神のみぞ知る、と語った。ということでね、ここね、弁護士さんもいますよ。弁護士さん、強大な匂いには大きな責任が伴うということで、皆さんね、このスパイダーマンブランニューデイ、海外ではね、思わぬ事件が発生しているということですので、本当に気をつけてくださいね。はい、ということで本日はですね、先日公開となりました、スパイダーマン最新作ブランニューデイ。この興行収入が史上最大級のとてつもないものとなりまして、世界中で大盛り上がりとなっているという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか？どうでしょう？もうすでにね、X だと3回見ました、4回見ましたという方ね、結構見かけますが、皆さんご覧になりましたか？もうこれね、この興行収入と先ほどのオーディエンスの評価見ていただければわかると思いますが、もう見てね、間違いない作品だと思います。もう何の心配もなく見ていいと思うんで、ぜひね、足を運んでいただけたらと思います。じゃあ、プクタもね、ちょっとこの後、見に行きたいんで、この辺で。ということで皆さん、本当にね、おならにだけは気をつけてください。